こんばんは、弁天クルーのタイガです。ここ最近ですね、ニューバランスがすごい気になるっていう方が非常に多いと思います。で、僕自身も去年からですね、ニューバランスのもう本当虜の状態なので、今回ですね、ちょっとニューバランスのサイズ選びについて、お話ししたいと思います。ぜひ最後まで見てみてください。もう今日はですね、結論からお話しします。ナイキが好きな人は、ニューバランスはハーフサイズダウンかワンサイズダウンを選んでください。これどういうことかと言いますと、最近ニューバランスが、いろんなコラボモデルとか発売してて、非常に人気がまた上がってきてるなっていうのが肌で感じるんですよ。で、そんな時にですね、僕ツイッターとかインスタグラムで皆さんがどんなのを最近買ったのかなって、よく見るんですけど、その時によく、サイズ意外と大きめですとか、ナイキのマイサイズ通りに買うとちょっと幅広に感じましたっていう声が上がってるので、これちょっとナイキ好きな人で今ニューバランスもちょっと欲しいっていう方向けに作ろうと思っております。これ僕の話になるんですけど、ナイキに関してはマイサイズが 26.5 もとい26です。ただニューバランスに関しては 25.5 を僕はですね履いております。1センチかハーフサイズダウンかなんですが、じゃあなぜそういうことになってるのかっていうご説明します。まずニューバランスからですね、ニューバランスはですね、サイズ幅広くあるんですけど、ウィズサイジングシステムっていうのがあります。これちょっと説明しだすと止まらなくなるので、今回は下の概要欄にですね、ニューバランスさんの、リンクを貼っておきますので、ぜひお時間ある時にこちらも見てみてください。ざっくりと言うと、横幅ですね、スニーカーの横幅のサイズが選べますよっていうシステムになってます。ナイキとかではないですよね。あとですね、木型、いわゆるラストですね。もうニューバランスでは大きく分けると3つですかね、木型があるんですけど、基本的に結構皆さんが最近気になられているような1300とか、あと990番台に関しては SL1 というですね、ちょっと細めの木型を使ってます。ウィズサイジングシステムに関しても、D っていう細め、やや細めって書かれている、横幅のものになっております。で、ただしかし、ナイキより正直言うと細くないんですよ。ナイキに関しては100足近く今まで履いてきたので、経験上の話になっちゃうんですけど、ナイキさんっていうのは、靴の中央の部分ですね、足の中央の部分、いわゆる足のくびれの部分が、もう非常に細くなっております。マックス95は上から見るとボテッとした形なんですけど、ソールのところですね、キュッと締まってますよね。こちらに関しては、そうですね。最近人気のダンクとかであれば、やや、幅広いので、ベターっと履けるんですけど、人気のジョーダンとか、95みたいな感じで、エアマックス系に関しては、かなりですね、足のくびれの部分が細くなっています。なので、皆さん実際のところ、足結構ちっちゃい方でも27とか履かれてる方が非常に多いと思うんですよ。足の全長で合わすというより、この足の幅ですね。幅で合わせるっていう方が非常に多いので、サイズに悩まれてる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。実際ナイキの 26.5 とニューバランスの 26.5、そうですね、ウィズが D っていう細めのタイプでも、ニューバランスの方が大きく感じます。で、これに関しては、やっぱり足のですね、中央のくびれの部分がニューバランスはやや広めにとってあるので、できれば試着するのが、ベストなんですけど、ネットで買うとか、人気のモデルで抽選になるとかっていう場合は、基本的にナイキのマイサイズのワンサイズダウンかハーフサイズダウンは、こちらは必ず選んでいただいた方がいいかなと思います。もちろんですね、試着するのが本当一番いいんですよ。なので、もし欲しい、モデルの発売日の前にですね、店頭に行って、ちょっと試着してみるっていうのが、僕はベストかなと思っております。スポーツをやって
いた頃の先生に聞いた話なんですけど、野球とか、卓球とか、あとお相撲さんとかですね、相撲とか、ちょっと踏ん張るようなスポーツをしていた方っていうのは、足幅が広くなる傾向にあります。で、逆に、バスケットボールとか陸上とかですね、をやっていた方は、足が細くなる傾向にあります。で、これどういうことかというと、やっぱり踏ん張ることによって体の体重がかかるので、足がどんどんそれを支えようとして平べったくなっていきます。わかりやすく言えば、あんまり言葉は良くないんですけど、結構体格のいい太った方っていうのは足がベターっとしてますよね。それはやっぱり自分の体重を支えるたびに足がそういう風に進化していくようになった。逆に足が細い人はやっぱりよく走るので、ストロークを長くしようとして足がどんどん長くなっていく傾向になります。で、ナイキさんっていうのは基本バスケットボールとか陸上とか、そういったスポーツに合わせて作られるメーカーなので、足幅がですね、やっぱり細くなる傾向にあります。もちろんですね、ニューバランスの、例えばこちらの990シリーズもランニングシューズなので細くなるのかなと思いきや、ニューバランスさんはですね、結構万人受けするように作ってるんですかね。足幅っていうのは、D であれど割と広めに取られていることがほとんどです。以上、今回はニューバランスのサイズ選びとサイズ感についてのお話でございました。また、この他にもスニーカーのレビューを行っておりますので、ぜひ良ければこちらも見てみてください。もしこの動画が良かったと思えば、グッドボタンもお願いいたします。励みになりますので、良ければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。